こんにちは、MD ジャックです。PC がついていると暑くて参る季節がやってきました。かといって動画制作の作業があるので PC つけないわけにもいかないんですよね。季節的には冬の方が制作環境にとってはありがたいです。はいはほとんどスマホで対応しちゃってますけど、動画制作はスマホじゃできないんですか？できないっす。できる人もいるでしょうけど、このチャンネルの動画制作に PC は必須なんだよね。じゃあ頑張るしかないですね。ウィンドウエアコンつけて頑張ります。さて今回は TWS のレビューです。サウンドピーツのカナル型は初めて入手しました。特に H1 はクラウドファンディングの時に迷った末見送ったんですが、半年経って価格がだいぶ下がって5500円ぐらいだったので迷わず入手。ソニックプロは Amazon プライムデーで4000円台で入手。 QCC3040 チップ搭載、aptX アダプティブ対応、長い稼働時間などが最近のモデルの特徴になってきているようで購入の決め手になりました。では見ていきましょう。スペック表を上から見ていくと、まず目を引くのが Bluetooth バージョン 5.2、 搭載チップ QCC3040、 対応コーデックに aptX アダプティブといったところです。ドライバーはソニックプロは BA を2機搭載、 H1 は 8.6mm ダイナミックドライバーと広域用にノールズの BA を1機搭載しています。驚いたのが本体稼働時間ですね。どちらも高承知で10時間以上となっており、実測したところソニックプロが11時間、H1 が12時間といったところでした。エイジングも兼ねて5回ぐらいずつ試しましたが、何回やっても10時間以上は持ちました。音量が普段聞くより少し大きめでしたので、もう少し下げるとさらに伸びそうでした。これはすごいです。充電ケース接続端子はタイプ C です。さすがにマイクロ USB は減ってきましたかね。ケースの底はあまり深くないので軸の長いイヤピは収まらない場合が多いです。またこのぐらいの価格帯だとこの機能はないことが多いんですが、本体でボリュームコントロールができる点もありがたいです。バス、電車、横浜駅の改札付近で両モデルを試しました。改札付近とか電車がホームに入ってくる際に過去のモデルだと瞬断するものもありましたが、今回の2モデルは瞬断すらなく全く途切れませんでした。どのシチュエーションでも安定した接続が維持できていました。遅延に関してはどちらのモデルもゲーミングモードがありますので、テレビドラマの視聴ぐらいだとリップシンクはほとんど気になりません。1年前に入手した TWS を Windows PC で接続した時に以前気になっていたリップシンクが気にならないレベルになっていたことで、送信側デバイスの進化込みなのかが今一つはっきりしません。ただはっきりしているのはこの2モデルの遅延はあまり気にならないということです。装着感なので今回もミミィちゃんからお話ししてもらいましょう。ミミィちゃん準備はどう？はい、OK。どっちのモデルもノズルが長めなので TWS 特有って感じだね。ちょっと小ぶりなソニックプロより H1 の方がジャストフィットした時の感じはいいね。イヤピを音質調整優先で付け替えると軸の長いものなんかを選択しちゃって調整自体はできるんだけど、このように自公開に本体のお腹の部分がピタッと当たらないとイヤピだけで本体を支えるような格好になっちゃうから、結局軸の短いイヤピを選択することになっちゃったよ。充電ケースに収まるかどうかも大事だけど、そもそも耳にピタッとフィットしないとダメだよね。実際軸の短いイヤピで装着したらどちらもバッチリで遮音性もいいと思うよ。はい、ミミィちゃんありがとう。今回は基本的なことだけど大事なポイントでしたね。確かにね、有線モデルだと手話掛けでケーブルも固定の要素になるけど TWS はそうはいかないからね。 TWS 用の軸の短いイヤピも一通り揃えないとだね。さて何がいいかな。では音質比較動画です。今回も音収録時のイヤピはセドナイヤーフィットクリスタルを使用しています。The wind it chills you right to the bone, and soon we'll say hello to evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on home? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across the north.
では波形を表示します。音質比較動画ですでにお分かりのように H1 の低域はちょっと盛りすぎ感があります。ソニックプロの低域はきちんと出てはいますが、低域のドライバーが BA ということもあり、ピークが H1 より手前の 75Hz 付近で重量感とレベルがもう少し欲しいなというところです。200Hz から 1.8kHz 付近まではほぼ同じカーブであまり減衰せず、2kHz 以上のカーブの形はおおむね同じで、レベル差は2から 3dB 程度です。気になったのは、どちらも 3kHz 付近から 5kHz 付近への谷がちょっと深すぎな感じです。聞こえ方がすっきりはしていますが、それだけ薄漏れがちになっている音もあるわけで。ソニックプロの特徴がここですね。8kHz 付近のピーク後は一直線に減衰していて、こういう形はあまり見たことがありません。H1 の広域のピークレベルぐらいでいいんじゃないかなと思いますが、低域と広域のピークを結ぶと、それぞれこんな感じになり、ソニックプロが広域型、H1 がやや低域寄りです。この中間くらいが良い感じなんだけどなぁ、と思ったので遊びで波形を足して割ってみました。2つの波形を1つのバストラックに送って、アナライザーをインサートしたのが紫の波形です。それぞれをこの紫の波形に近づけるよう補正すれば、もっと聞きやすくなると思います。H1 の音情は最初に聞いた時にすぐに広いと感じました。ダイナミクス表現はベルダック接続のソニー WF1000X Mark IV と比較してみましたが、H1 が結構頑張っている印象でした。接続コーデックの音程によるところが大きいですね。ソニックプロは全体的にクールな響き方で、分離感は良く、音情はやや狭く、モニターライクな感じです。フル BA ということも当然響き方に影響していて、H1 とは対照的です。長時間使用の場合は、音情が広い H1 の方が疲れにくい響き方に感じます。音収録で波形を見ていて思ったんですが、同じ曲を同じレベルに調整して収録しても H1 の方が波形のピークがツンツンしている箇所が多く、それだけダイナミクスの変化をマイクで拾えていて H1 からの音の方が情報量は多いのかなと推測しています。明瞭感についてはクラシックの曲を聴いている時にどちらも今一つ抜けきらないなと思いました。EQ 補正でどうにかなるという問題とは違って音情と音圧のバランスが関係しているように感じました。音数が少ない時には特に感じず、ほぼ満足できる質感なんですが、音数が増えた時に音情が音でいっぱいになってしまう傾向で、溢れた音はどこが主旋律だか分かりづらくなるし、聞き疲れにもつながります。ちなみに今回比較した有線モデルは T-Hi-Fi T5 でした。かなりシビアな聞き方をして荒探しみたいになってしまいましたが、この価格帯の TWS の音質は向上していると思えたのも確かです。はい愛ちゃん、ありがとう。ある意味対照的な2モデルですが、どちらもこのような特徴があり、サウンドピーツの TWS は初めて入手しましたが、予想を上回る出来になっていました。ソニックプロと H1 の価格差があまりないので、フラッグシップモデルの H1 の方が広い音情が手に入るということもあり、お得感はありますね。H1 はありで6000円台でした。ただ、ソニックプロの質感もちょっと補正するだけでかなり化けるので、これはこれで気に入ってしまいました。セール時に入手したので、両方で1万円切るぐらいでしたが、普段でも1万ちょっとで入手できるでしょう。どちらかに絞るとしたら、やはり H1 でしょうね。ということで、サウンドピーツ、ソニックプロと H1 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。